を駅の改札に送ってなんやかんや夕方の4時半です。たぬき工事を歩いて、昨日美味しかったので今日も夜食にフルーツサンド買っておきますか。買えました。夜に食べたいと思います。それでは少し休憩します。夜の7時半です。小腹が空いたので晩ご飯を食べに行きたいと思います。前から行きたかったお店なのですが、ホテル近くのこちらの回転寿司屋さんに来てみたかったんですよね。20人くらい並んでいますが、回転早そうなので並びます。50分ぐらい並びましたよ。入店できました。いただきます。大好きな卵をいただきまして、甘くて美味しいです。お味噌汁も到着しました。岩のりが磯の香りがして、ネギがシャキッとして、味噌汁のお手本みたいな味噌汁です。縁側と、炙り縁側と、炙りサーモンです。縁側はコリッとして噛むほどに、味が染み渡りますね。炙り縁側はガツンと香ばしいですが、同じくらい美味しいですね。炙りサーモン。上に乗ってるのは山わさびかな。山わさびの辛みがサーモンとも合いますね。イカゴロルイベと山わさび納豆巻き。イカゴロルイベ、想像もつかないです。これは、アイスクリームみたいに舌の上で溶けるのですが、内臓の塩辛ですかね。めちゃくちゃ濃厚で、多分日本酒とかと合うお酒のあてだと思います。ちょっと濃厚すぎてここまで来ると苦手な部類なのですが、なぜかお箸が止まりません。山わさび納豆巻き。納豆の独特の香りからの山わさびの辛み。納豆とからしぐらい相性がいいと思います。酒親子の軍艦。イクラはプチッと。海苔はパリッと。サーモンはトロッと。ここ2年ぐらいハマってるホタテです。一言で言うと尊いです。映画の演出でここぞというシーンはスローモーションになるように、ゆっくり噛むとゆっくりホタテの繊維質に歯がめり込んでいきまして、歯がめり込んだ繊維と繊維の隙間からホタテの甘みを感じますよ。甘くて身が太いので、醤油をついついたくさんつけちゃいます。トロタク巻きというお寿司もいただきまして、最後はツナマヨ、エビマヨ、鬼マヨサーモン、マヨネーズ攻めでフィニッシュです。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。それでは少し散歩を。私が吸ってるタバコはグローの黄色いやつなのですが、さっきコンビニ5店舗回ったのに売ってなくて、ちょっと散歩がてら探したいと思います。いやー、すすきのすごい人が歩いています。無事タバコ買えました。ラーメン食べようか悩みましたが胃袋がやばそうなのでやめておきます。腹ごなしに少し編集作業をします。夜の12時です。昼間買っておいた夜食を食べます。左は道産いちごと生クリーム、右は岡山シャインマスカットです。いちごと生クリームからいただきます。王道中の王道をいく組み合わせですが、
フレッシュな生クリームとフレッシュなイチゴがフレッシュオールスターの MVP。お子様から大人まで楽しめるスタンダードなフルーツサンドです。それでは岡山シャインマスカットを。なんということでしょう。同じ生クリームなのに口当たりが全然違います。さっきは生クリームが前衛、イチゴが後衛の布陣でしたが、今度はマスカットが前衛、生クリームが後衛です。マスカットの皮がパリッとしていて、皮を破るとジューシーな果汁が溢れて、さながら小籠包や水餃子を食べた時のような一撃です。シャインマスカットの芳醇な香りが後味として残りまして、幸せホルモンのセロトニンが脳内から出ていると思います。幸せな気持ちが続きますね。最後はウイスキーで。セノは冗談でローソンで買ったほうじ茶でフィニッシュ。ごちそうさまでした。それではおやすみなさい。2日目のリザルトですがドン。なんと、雨の中1時間24分も歩いています。自分を褒めてやりたいです。明日はお昼の飛行機で帰らないとダメなので11時には新千歳空港に到着しておきたいです。早起きできたら少し朝活したいと思います。ペロペロワールドトリップ。おはようございます。最終日の朝8時半です。天気は、心を打ってくる雨です。とりあえずタクシーに乗って1メーター。二条市場に到着しました。飲食店どこもすごい行列です。海鮮丼でも食べたかったのですが、空港には時間に余裕を持って向かいたいので、こちらのお店でイートインできるみたいなので、牡蠣ですか。あっけしと先方紙がそれぞれサイズ別に並んでいますね。ホタテも美味しそう。カニも美味しそうだし。キンキが1尾980円はすごい安いなぁ。そしてウニ。先方紙さんの一番大きい牡蠣と、利尻島産のウニにしました。いただきます。牡蠣にレモンだけかけました。ちょいと殻が入っていてガリッとしますが、口の中にミネラルたっぷりな牡蠣の旨味が広がります。利尻島産の紫ウニをいただきます。利尻島産のウニは初めてでして、個人的な感想なのですが、すごく新鮮でつるっとしていて、一口目からガツンというよりかは、ゆっくり食べて、じっくり味わいを楽しむ。そんな感じのウニだなぁと感じました。ガツンではないのですが濃厚なので、ついついお醤油をたくさんつけてしまいます。おにぎり欲しい、おにぎり欲しい。心の中でお米を欲しています。ごちそうさまでした。ってことで札幌駅へ向かいます。こうやって農林水産省の税金が世間に役立っているのですね。それでは雨が止んだので歩きます。札幌テレビ塔の下に来ました。なかなかの迫力です。地下道を通って札幌駅へ向かいます。快速エアポートで新千歳空港へ向かいます。
40分くらいで到着しました。2階のお土産売ってるエリアに到着。チケットの発券をする前に、パスコ北海道プレミアムさんでパンを買っておきたいと思います。お弁当も買っておきます。どれにしましょうかね。パスコ北海道プレミアムさんでは、ちくわパンとコーンバターパンを買いました。これは飛行機の中でお腹減ると大変なので、飛行機の中で食べたいと思います。今食べるのは、北の弁当工房かなさんで買ったザンギ弁当、580円です。いただきます。電子レンジで温めてもらったので、ほんのり温かいザンギですが、食べやすい温かさでザンギが美味しいです。鶏肉はプリッとしていて、好みは分かれるかもですが、衣がしなっとして、噛むと醤油とニンニクの香りがして、衣が美味しくてご飯が進みます。具材も野菜とかなくて茶色。ザンギと白米を楽しめよという強いメッセージを感じます。最後は、伊右衛門の京都ブレンドでフィニッシュ。ごちそうさまでした。少しお腹が膨れました。なんか甘いもの食べたいですね。おや、こんなところに北海道牛乳カステラさんが。カステラセット、650円にしました。くるくる。くるくる。ピタ。それでは今日のフライトの無事を祈って乾杯です。清流のような透明感、後味爽やかな牛乳です。カステラの一つは期間限定の栗カステラにしてもらいました。いただきます。羽毛布団みたいな柔らかさ。これは、全身で北海道の秋を感じます。口に入れた瞬間モンブランです。渋皮って言うんですかね。栗特有の苦味というか、芳醇な栗の香りが口いっぱいに広がります。そして温められているので、余計に香りが鼻孔を突き抜けていきます。味覚でも嗅覚でも楽しませてくれます。アイスを乗っけると、温かいカステラとアイスの冷たさで温度差の妙を感じます。いつも季節によって期間限定のカステラを用意されていて、今まではレモンのカステラやチョコレートのカステラなど、プレーンなカステラも美味しいのに、常に現状に満足しないフロンティア精神に感服いたします。そしてこの端っこの焼いたところが硬くなってクッキー生地みたいで美味しいです。プレーンなアイスを乗っけてカステラもいただきます。シフォンケーキみたいにふわふわです。この間こちらでお土産買って自分で食べていたのですが、冷たいまま食べちゃいまして、温めるとめちゃめちゃ風味が豊かですね。卵の香りとバターの香りにブーストかかります。最後は牛乳でフィニッシュ。ごちそうさまでした。ぼちぼちいい時間なので制限エリアに入ります。飛行機に乗ります。あとは帰るだけですが、少しレビューをさせていただきたいと思います。札幌ステイは2年ぶりですが、大満足な旅行になりました。まずは3日間使った食事代ですがドン。いやー、結構食べましたね。全部美味しかったのですが、いろんな種類のフルーツサンド、帯広牛の焼きしゃぶ、回転寿司のホタテ、二条市場のウニ、北海道牛乳カステラ。あたりは特に私の思考にドンピシャでしたね。
まだ、交通事故の怪我が完治していなくて、ジムとか行って運動はできないのですが、健康になったら札幌でだらだら1週間ぐらい、飯食って筋トレして、みたいな動画を作ってみたいです。なんというかそれぐらい、住みやすそうな街なんですよね。今回の旅行で唯一、残念だったことは、時期的にタラの白子を食べれなかったことぐらいですかね。天ぷらも、ポン酢で食べても美味しいんですよね。それではそろそろお別れの時間ですね。曇り空の新千歳空港上空の景色からの北海道の陸路の玄関口、苫小牧上空。苫小牧港の景色とともに失礼いたします。いつも最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。